ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。出会いはかなり昔で、急に M3 を乗られてた頃から実は面識はあったんですけど、どっちもね関西だったので、いつか会えるかなと思ってたら、まさか車がお互い変わってからっていう、まさか124のスパイダーに変わってて。あ、そう。これベース自体は一応マツダのロードスターと一緒なんですか？マツダですね。生産もマツダ。あ、じゃあ広島で。そうで組まれて、エンジンからも輸入されて広島で組み立てられて。なるほど。じゃあエンジンだけは一応アルファロメオのエンジン。そう。でもマツダの工場に流れてる。そう。あ、面白いですね。なんかね。アルファロメオといってもなんか一応アバルトチューンっていうのがもういろいろややこしい関係になっているんですけど。あとでもこの色が珍しいですね。これなんていう色なんですかこれ？ヘッセン1972っていう難しい。そうなんですけど、でも実際蓋開けてみたらマツダのテミオと一緒っていう。そうなんですかこれ？マツダでいうとディープクリスタルブルーマイカっていう。なるほどね。名前変えてるだけなんだ。名前変えてるだけです。めっちゃいい色ですね。でもこれどうしてもマツダの車自体はつるんとしてるのが多い印象なんですけど、これやっぱちょっと凹凸がある分、やっぱマイカが入ってる分ちょっと独特な光り方するというか。ここのボンネットとかが結構特徴的なプレスライン入ってるんで、V6 とか V8 積まれてるのかなと思ったら実は直4。直4。これ直4の何リッターなんですか？1.4 リッター。馬力でいうと今どれぐらい出てるんですか？今で170馬力かなっていう。じゃあそれ ECU チューンとかしてってことですもんね。そうですね。本当はカタログ値が170なんですけど、車種代ノーマルで出て150ぐらいらしいんです。で前の595も乗った時が160馬力と比較した時にこっちのがちょっと遅くないっていうの。遅いんだ。多分実際本当150で今で多分170かなっていう。230馬力ぐらいはアップしてるような感じなんですね。でも車重がまあ1200ぐらいですかこれは？つくばで測ってて1100ちょうどぐらい。おお、軽い。FR でかなりあと低重心ですよね。そうですね。やっぱここのフェンダーの位置とかもかなり低いですもんね。低いですね。車高を下げてるっていうのもあると思うんですけど、あとこのヘッドライトが結構僕124ってそんなまじまじ見たことなかったんですけど、結構可愛いですね。そうなんです。なんかこのおにぎり的な可愛い。あとはカスタマイズしてるとしたらこのリップとかですか？そうですね。リップもノプロさんっていうノプロさんが124専用もで出してて、で本来 FRP なんですけど、ちょっと特別にカーボンの方で作ってもらってっていう。これかっこいいですね。この出面もちょうどねいい感じですね。でちょっと若干アップスイープ系なんで街中でも全然そこまで気にせず。あとやっぱでもフロントのノーズは結構長いんで、するところはすりそうですねこれ。いやでも意外とそこまで気にするほどではない。あ、でもこれ実はここから貼ってあるんですね。これ実は白の文字に印刷で。なるほど。すげえな。でもなんかこのレーシングデザイン感があって板車に見えないですね。あります。これホロライブのなんだこれ？白神吹雪さん。これ映しても問題ないんですかね？全然大丈夫です。おお、ありがとうございます。可愛い。すげえ。こんなねいかつい車に可愛いお姉さんの写真という。板車で速くありたいっていう。いや確かに。でもこれいいのは前張らず後ろ張らずなんで、パッと見わかんないですね。そうなんです。ね、ここもねフィルムも全然分かりづらいんで板車っていう感じがなくて、前の方からはあんまりちょっと板車感出さずに。確かに。あとこれちょっと昔の JGTC みたいな感じのここ2段階の張りになってて、あとやっぱこれ足回り結構こだわってるんじゃないですかこの車高は。そうですね。だいぶ1ミリ単位ですね。上げては下げの。車高長自体は何に使ってるんですか？アラゴスタさん。アラゴスタ。S ですね。なるほど。まあちょっと仕様変更オーバーホールする際にダンパーもちょっと S タイヤ寄りには変えているので、ラジアルと S タイヤ行き来できるようにはしてます。なるほど。グラムライツの 57DR 結構深いですねこれ。そうですね。これでも一応 8J のプラス28。でもこれ15インチなんだ。そう。いや15インチを履かしたくて、でこのちょっとエンドレスでキャリパーを入れたっていうのがある。そうか。これキャリパーこのサイズじゃないと入らないんですね。純正がもしかしたらペーサー入れれば入るっていうのはあると思うんですけど、どうしても純正のブレンボのキャリパーがハブ寄りにあって外じゃなくて内側に方に当たる。なるほどね。これいいですね。2ピースのタイプなんですねこのキャリパーは。でもこのやっぱりエンドレスは昔の旧ロゴがかっこいいですね。やっぱ旧ロゴ。いやこれは旧ロゴが正義だ。あとこのタイヤのムチムチ度やばいっすねこれ。ムチムチで15インチっていうのが15インチの50のね扁平っていうことで、あと 7HRS。この車だと 7HRS でも相当食いそうですけどね。なんですけどやっぱりちょっと相性的にやっぱ5052の方がどうしてもなんかタイヤを潰す走り方しないとちょっとグリップ逃げるというかあるので、ただ052だとまだタイヤサイズがね全然変わっちゃって大変そうですね。あとこのサイドは
どこのやつなんですかこれはB レーシングさんの汎用品を。汎用なんですかこれ。そう、汎用品です。全然違和感ないっすそね。う、後ろだけもう直でぶった切ったまんまなってしまってるんですけど、基本これはもう汎用品で。前のねボリュームがあるとここ欲しくなりますね。そうなんです。どうしてもね、124はサイドステップが外側に張り出してる形状なので。確かにここ純正ですよね。そう、純正。結構張り出してるんですね。これかっこいい。全然かっこいい。これ ND は内側につるんって巻き込んでるんですけど、だからもっと丸く見えるんだ。そうなんです。ああ、なるほど。でもこれのおかげで逆に車高が高く見えちゃうっていうそれでちょっと苦し紛れっていうのも。へえ、なるほどなるほど。あとこれウィングどこのやつなんですか。ベルスエンジニアリングさんとアメリカの最近タイムアタッカーで猛威を振るってるメーカーです。ここ翼端板がねないタイプですねこれね。であとこれスワンネック形状になってるんで、ここで何段階か。そう一応5段階かな。まあこれは車検対応なんですか。まあ一応車検通るようには一応内が出ないようにとか出てないですね。はしているので。でも結構リアオフセットしてるんで効いてそうですね。リアの角度変わるだけでも東京こっち遠征来たりすると燃費が1、2キロは簡単に変わるんで。そんなに変わるんだ。変わります変わります。このサイズだと空力効いてるんだな。結構効いてるみたいですね。すげえ。あとテールがやっぱりロードスターと違って結構いかついですねこれね。そうですね。まあちょっと今スモークどうしても純正の赤色がちょっと目に刺さるというか明るめだったのでスモーク貼ってみて今どんなのかなっていうので違和感はないですね全然。あとこの横のダクトとかライト類は全部取ってるんですよ反射板。なるべく空気がたまらないように。素晴らしい。あとホイール通しですかこれ。ホイール通しです。これマフラーが僕めっちゃかっこいいなと思ったんですけどこれ何なんですかこれ。ワンオフ柿本さんで一応ワンオフで作ってもらってできるだけループ形状にもしたいのもあってちょっと中はぐるんと回ってるように。どうですか結構排気音は結構ドロドロなりがちなイメージなんですけどいい感じの。そんなにドロドロはならないですね。逆に純正のレコモンの方がアイドリングうるさいまで。あれやばいっすよね。こんな下品でいいのみたいな純正で。あんまりそういうのも好きじゃなかったらできるだけちょっと高音出したいなっていうのでちょっとだけ軽くだけ踏みます。いいですよ。いやまずパイプ径が太いなこれ。はい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 。おお、タービン音すごいですね。そうですね。ピューンって鳴いてますね。ありがとうございます。やっぱりそのギャレットなのでだいぶフィンの音というか。これギャレットなんだ。すげえな。金かかってんな。ギャレットのタービン自体は一応595と共通のではありますけど。でも確かにファーストアイドル一発目595かなって思う。そうですね。一発目ね。この迫力はやっぱりロードスターにはないんで。そうですよね。いいですね。あとトランクとか結構乗るんですか。開けてると。そうですね。トランクの方は全然ちょっと多分遠征なんでね。散らかってはいるんですけど。結構乗るんだ。そう一応 ND よりは若干広いっていう形も間口も若干広いみたいで結構これぐらいあればね楽ですよね。でなんかショップさんでゴルフバッグ乗るように改造とかもしてくれるみたいで。すげえ。一応乗るのは乗るみたいです。よく似た感じの A110 あるじゃないですか。あれもっとやっぱ狭いんですよね。これだと全然旅行とかそれこそね今日神戸から来てらっしゃるんですけどサーキット遠征とかも余裕でできちゃいますねこれだと。野郎で2泊3日2人とかやりました。いやいけます。それも全然いけます。すげえありがとうございます。へえ。あとやっぱこの内装のロールバーいけてますね。ありがとうございます。これどこのやつなんですか。斉藤ロールディさんで後ろの方だけやっぱ設計がないクロスバー。本当だ。そこだけちょっと無理をお願いして特注してもらってる。すげえ。やっぱこれあるとねかっこいいですね。本当はちょっと車高バーと迷ったんですけど悩ましい。確かに。でもこっちの方がやっぱりちょっとバーリング加工がかっこいいですね。あとやっぱ内装ですよ内装。内装やっぱりロードスタイルはちょっと高級感あるんじゃないですか。若干やっぱ内装も ND と結構違う点も多くてですね。もう関係なく A ピラーとか全部取っちゃってますね。ロールバーつけるために。本当はつけてたんですけどドライレコードが配線この辺やっぱりどうしても上のピラー配線が多いのでどうしてもアクセスできるように。なるほど。あとメーターこれかっこいいですね。これ社外ですか。社外品です。これなんてやつなんですか。RS プロダクツさんっていうのが ND 用なんですけど ND 用なんですねこれ。ちょっと無理くりというか本当はつかないよって言われたんですけど。いいですねこれおしゃれ。マスタング的な。そうあとハンドルはレナウンで入ってあとはフルバケ。これ GT2 ですか。そう GT2 のなんかワイルドキャット。深いっすねこれ。めっちゃ深いからこれ車高バーがでこの横のねバーもあるのにあとハンドルも近いのにこんだけ高いから足入らないっていうねこれも。慣れれば入ります。慣れれば入れる。慣れるまでこれ大変そうですねだいぶ。そう最初はだいぶもうすりまくって。あとこれはなんかシフターも変わってるんですかね。そうですね。CAE シフターってCAE なの。CAE の
なんか先端変わってますこれ。そう、先端だけ厚くてですね、ミッション直差しなもんで熱がすごくて、なるほど。純正がもう一応ジュラコンはあるんですけど、ノブ自体が短くて、で下のアルミに当たって熱いっていう。でこれだったらちょっと長い分冷却打たせて。これすごいですね。このセンターコンソールがちょっと変わってるんですね。そうですね。ぶった切って CAE 自体がやっぱ純正加工しないとつかないっていうのがもうほとんどなので、それだったらもう一緒のこと作ってしまう。違和感なくて、この辺とかバッチリですからね。そうすごい。これワンオフですか？そうですね。一応型紙で型を作って図面書いて、あと板金屋さんにお願いします。すげえ。これ結構欲しい人いそうですね。CAE 専用みたいなところもあるので。あと助手席は RSG のASM の限定の。ああ、なるほど。いやーかっこいい。ちなみにこれちょっとエンジンルーム見せてもらっていいですか？いいですよ。なんかあんまり124って今までまじまじ見たことがなかったんで、そんなに大したことはしていないんですけど、おお、やっぱエンジン結構後ろにありますね。そうです。フロントミッドシップというだけあって、さすが奥山のねこのターバーかっこいいですね。めっちゃがっちりしてる。これも一応 ND 専用なんですよ。でも基本ボディ自体は一緒なんですねやっぱり。そうですね。ちょっと干渉とかいろいろあるとこもあったので、そこだけちょっと加工はしたりは。ここいいですね。これブレーキのストッパーまでついてるんですね。これがあるのがめちゃくちゃ良くていいですね。これがあるために買ったまである。わかりやすいですね。事故してるフレームだと一瞬でわかりますね。一瞬でわかりますね。入らねえっつってね。そうなんです。すごい。ND もターボついてましたっけ？いや ND は普通 NA です。そうですよね。だから1.5と2リッターと。そっか。ここの辺のエンジンのなんか雰囲気はね直用なんで似てるんですけど、ここのレイアウトが全然違いますね。そうです。基本的にエアダクト周りもエンジンより前側も基本的に丸々タービンの形状もあるので、もうちょっとこの辺がスカスカなんでしょうけど、この辺がやっぱ吸気ボックスとか大きくなっててね。バネレットちなみにどれぐらいなんですか？これアラゴスターですよね。15キロ。15キロ。でリアが12キロ。まあロードスだけではちょっと高めではあります。じゃあちょっとこれ座ってみていいですか？全然いいです。これ座れるかな？ちょっといいわ。すごっ。このポジション最高っすね。もうポジションはめちゃくちゃこだわって、めっちゃこだわってますね。多分角度とアクセルの方も一応ヒール&ツーめちゃくちゃしやすい。角度も出面も変えたりしてやりやすい。めちゃくちゃしやすい。めちゃくちゃやりやすい。ちょんってやったら本当にすぐ煽れる。うわすごい。あとこの CAE もこれまためっちゃ短いわ。そう短っ。まあ一応ノブが若干長い分ストローク量は増えてはいるんですけどすげえめっちゃ短い。これ6速ですよね。そう6速です。うわこれは慣れない人は本当シュートミスしそうなぐらい。まずどこに入ってるかわからないっていう。そうですね。あれどこだっつってね。そうなんです。でもこのね先端の揺れが本当なくて熱っ熱っもうミッション直出しなんで、それが嫌でジュラルコンのできるだけ長めっていう。私これだと結構熱来ないですね。あとこれナビちっちゃいんですね。ただこの辺がねちょっとステッチが入ってたりしてておしゃれで走る FR って感じですね。あとこれちょっとエンジンかけてみていいですか？いいですよ。トパトパ押してもらえば。おお。なんかロードスター ND 乗ったことあるんですけど、やっぱこっちの方が配圧ありますね。そうですね。ボーンっていう。アルファだアルファ感じるなやっぱ。電スロでアルファ特有のマルチエアっていう独特な吸気シールでアクセル踏んだ時レスポンスが異常に高い。なるほどね。ここはね確かにスポーツモードその左側にあるんですけど、それを前側にちょっとしばらくかわしてもらったらメーターがスポーツってつくので、スポーツでこれしてもだいぶレスポンスがアクセル上がります。これ BM の電スロと似てますね。そうですね。早い。遊びがほんまに強い。運転下手な人はこれ逆に嫌かもしれないですね。そうですね。クラッチのストロークもいいし、ブレーキも結構リニアっぽいですね。最初ガチって硬くなくて。なるほどね。最初から効くのがあんまり僕も好きじゃないんで、最初はゆったりというか、そうですよね。コントロール重視。奥で聞いてほしいっていうね。じゃあこれはちょっと走ってみたいですね。じゃあちょっと行きますか。お願いします。すごっ。短っ。これ M3 の CAE より短いですね。多分CAE の中で多分このロードスター系が一番短い。さあやってまいりました。ルイヤさん。またルイヤプレゼンスですよ。もうなんか前のコンソール以来の。もう最近定番になってきましたね。おかげさまでって感じです。おかげさまで。ルイヤさんがサンシェード出したから、FL5 用もあるしやってくれってことで提供いただいたんですが、その前にまず FL5 かっけえなっていう話と、ありがとうございます。そうですね。赤バッジが黒になりましたからね。
ちょっとなんか、FL1?1?2?1 でしたっけ、普通のモデルがちょっとワンな感じになってて、やっぱ夏場灼熱地獄じゃないですか。灼熱やばかったですね今年。本当にやばかったですからね。化け物なんで、ちょっとこういった商品も出していきたいって話だったんですけど、これ一応ルイヤさんのサンシェードになってまして、 99% 紫外線反射しますと。素晴らしい。ドラレコも駐車監視できる。ドラレコの間が空いてる。そう、空間が空いてるんで、これちょっとついてないからあれかもしれないですけど、もうできたりとか、プライベート空間にもできますよっていう感じで、なんせ内装のね、やっぱこの今のこの FL5 もそうですけど、内装結構樹脂パーツも多いじゃないですか。めちゃめちゃ多いですね。だからあんまりにもやっぱ熱くするとこうネチョネチョしたり、まあしないかもしれないけど変形したりね。そうなんですね。やっぱりやってる車とやってない車では結構内装の質感が変わってくると思うんで、あとホンダ車あるあるのシフトノブが超熱い。そう、べらぼうに熱くなるやつも結構問題なんで、まあそこが対策されるのと、あとこれ4層構造になってて、これが結構ね、普通のバタッと1枚アルミホイルみたいなやつとはまだちょっと作りが違うって感じらしいです。アルミメッキが上にあって、紫外線防止のナノ反射特化層があって、で吸熱剤が入ってて、そこからウレタンの断熱シートが入ってる。めっちゃしっかりできてる。はい。でこう最後サンシェードをパタッとこうなんか下げれば引っ掛けみたいになって、引っ掛けになってっていう感じらしいです。吸盤だとすぐ剥がれたりとかね、あと残っちゃったり、あと残るのめっちゃ嫌じゃないですか。そうです。そこの辺が結構これではちゃんと対策されてるような感じになってると。めちゃめちゃどうですかいいですよ。でもこれバッチリですよね。バッチリですよ。汎用のやつだと結構光漏れてたりするんですよ。隙間が全くない。かなりないこれは。はい。でこれ専用サイズなので、これは FL5 用です。でね、傘タイプもあるんですよ。こういうやつだとやっぱ内装とかね、やっぱ今質感高いのに傷だらけになるんでいいんじゃないですか。ぜひこれはまあちょっと使ってみてどんな感じかまた教えてください。わかりました。はい。今一応暑い中でもちょっとパッとね、さっきちょっと反射結構してたのにだいぶ収まっちゃいましたけど、結構涼しかったですね。しかも中めっちゃ暗いから、これ多分サービスエリアとかで車中泊した時とか最高かもしれないです。欲しいですねこれはね。中に乗ってるとまあ完全に光通してないんで、もうめちゃめちゃ暗いですね。こっちは今外が明るいからです。でこれ畳んでみましょうか。じゃあ畳みましょうか。これを外しますと、でこんなでかいから邪魔なんじゃねえと思ったら、実はこれにしますと、はい、で2つ折りにしてキュッてなるんですよ。あ、キュッてこうなるほどね。クロスなんだ。クロスしてこう閉じて、はいでこのサイズになりますと、これはちっちゃいですね。はい、このサイズで入りますと、でこのサイズになってくれれば、もう完璧ですよね。車にぶち込んどいたらいいっすよね。でかいやつだと結構ね、後ろとかでも取るのもめんどくさいし置き場に困るんですけど、これだといい。これがこのサイズですからね。確かにこれだいぶちっちゃくなります。だいぶちっちゃくなりますからね。品質も確かにもうめちゃめちゃいいですよ。悪くない。あとこれ内側黒っていいっすよね。これいいっすね。これ結構そのまんまキラキラなやつ多いですか。シルバーしてて、そう横から入った光が反射して余計熱くなりそうなんで、逆にね、黒だったら吸収してくれるんで。なるほど、結構ありかもしれない。さすがルイエさん。なんか今これちょうど3000円ぐらいらしいんで、普通の汎用的なやつをホームセンターで買うのよりちょっと高いぐらいだと思うんで、適用車種がある人はぜひ買ってみてください。ではいつも通りまた概要欄にルイエさんのホームページと貼っておきます。ぜひ購入してください。すげえ、めっちゃミッションから音入る。そうです。走ればだいぶ入りますか。ますよ。ギュイーってなりますか。最初からもうスポーツモードさせます。スポーツでしょ。クラッチも乗りやすい。そうですね。なんかもっと乗りづらいかなと思ったら全然ね、ただ横見えないです。見えないです。想像以上に見えない。視界不良だこれマツダと提携して作ったのは正解かもしれないですね。そうですね。やっぱりいいところ取りに近いので、あとコスト的にもやっぱりかなり抑えられてる。そう、今の時価で言えば RF の方が高い、新車価格が高いので。そうなんですか。逆に言ったらこっち買っとけばよかった。当初はね、こっち買っておけばっていう人も結構。これちなみにいくらぐらいで新車売ってたんですか。もっと400ちょっと。安いですね。安いです。でもこれ一人乗るだけでも結構加速変わりそうですね。全然変わります。全然変わりますね。おお、すごい。これ左ウインカー。右ウインカー。右ウインカー。国産ロードサービスです。なるほどね。でもちゃんと左ハンドルは左ウインカー。そこはちゃんと分けてる。そこは松田さんがちゃんとしっかり分けてる。でも逆によく間違うんですよ。外車ばっかり乗ってると逆にこっちを間違える。確かに。乗りやす。
サっぽい。できるだけもう本当にこだわって、で最初はちょっとフロントがもうなんかどっち向くかわからないみたいなあったんですけど、変身ビロ入れてキャスターをできるだけ寝かしてっていうのをしたらだいぶ直進安定性が増して、これいいですね。なんか裏切られない足してますね。本当にただもう怖いところをなくす方法で全部組み上げてるんで、もうマジで怖いとこないっすね。本当に雨の日でも全然怖くないですね。あと多分コイルベースも結構長いですかね、この車って。長い方は長い方なんでなんかめちゃくちゃ短い感じではないですね、動きが。そうこれだったら多分長距離運転できるな。いやもう長距離も楽にしたいのもあって、まあ、その運転ポジションと、まあ、ちょっとしんどい箇所をできるだけ足していくっていう方法で。確かに。全然何のストレスなく乗れるすごい。ロール量抑えられてるのに。ああ、いいな。まあちょっとね15インチな分ちょっとタイヤがよれる感覚はね、若干あるんですけど、できるだけ急に反発返ってこないようにとか。あとまあブレーキのタッチがいいっすね。あ、そうですね。本当はもうちょっとリアを効くようにはしたいんですけど、なかなか。あ、すげえ。これ LSD 入ってます？いや入ってないです。入ってないですか？普通のトルセン、ノーマルのトルセンです。なんかこれでいいっすね。逆にトルセンでいけるところまでちょっと詰めてみようかなって思って。確かに機械式入れると逆に変に引っかかっちゃって、そうなんか乗りづらそうだなって思っちゃうんですね、これは。最初からやっぱちょっとロールしてフロントノーズ入っていくので、で機械式入れるとやっぱリアがちょっと引っかかるのもちょっと懸念はあるので、これだとアクセルパーシャルでもプッシュアンダーならないんで。そう逆にパーシャルの方がすんなり回ってくれる場面が多いので。乗りやすい。マジで裏切らないな、この足。ギャップのこなし方もだいぶ。いや全然怖くない。なるほどね。サーキットだったらまああと2クリックぐらい上げてもいいかなぐらいだけど、 でも全然今のタイヤだったらこれでいいかも。これでも減衰フロント8戻しぐらいなんでまだまだ余裕は。そうですね、余裕ありますね。面白い。やっぱ軽い車は面白いですね。軽い車でここまでパワーがあるとやっぱ楽だな。高回転型ではないので下から回ってくるタイミングっていうのもあって、だいぶ癖がない乗りやすさ。全然癖ないです。595とかの方が癖あるっすね。めちゃくちゃありますね。いいパッドだな。これ何のパッドですか、これ。エンドレスと MX72 ですね。プラスじゃないですか。プラスではないです。だよな。あえて普通のにしてます。そうっすよね。めっちゃいいわ、これは。結局扱いやすいパッドが一番いい。そうで、多分こういう軽い車は別にそんな初期精度あると逆にリア浮いちゃいます。最初の仕様変更する前のジャコ長もリアが伸びきったりひどかったので、気持ちいい。これいいわ。マジでラグジュアリーさもありつつスポーティーさもあるっていう、なんか絶妙なとこ攻めてますね、これ。マジでいいセッティングだ、これ。怖い点がなさすぎて逆にどうしようと思うぐらいそうだからショップの店長さんも乗ってもらうんですけど、逆に面白くないって言われるんですよ。まあ面白くなくはないんですけど、癖がないから86に乗ってる感じというか、なんかすげえ安定した車って感じですね。なんなんだろう、前後バランスがめっちゃいいんだろうな。これでも一応フロント寄りではあるので、多分それもちょっとリアのウイングとかある程度効いてるかもしれないですね。これ速度出した方がバランス良さそうな感じは確かにあるけど、峠で楽しそう。峠ね行きたいんですけど、ちょっと車高が車高問題ある。そう一回群線走ったんですけど、もう腹下打ちまくって、もうひどかったんで、もうちょっとすぐ諦めたというか。車壊れますもん。危ない。危ないです。ブーストどれぐらいかかる？マックス 1.54。結構かかんない。純正タービンでそんなかかるんだ。いや一応コンピューターのローマチューン入れてるので、純正でも割と近かったと思いますけど、でもまだこれでも余力は残してるみたいで。乗りやすい。これはもうどんどん踏めるわ。そう LEC なくても踏めるっていうのもちょっとこだわってるんで、これインリフトしない足ですもんね。そうですね。それがいい、これはちゃんと伸びもあるから LSD もいらないっていうね。素晴らしい。いやマジ乗りやすい。これ上回すエンジンじゃないんだね。そうです。本当に点火系も変えてて、それもちょっと下のトルク型さしてるので、もう逆に下の方で楽に乗れるように。これ4500
5500から5500ぐらいだ。変に上回すと逆に伸びなくなっちゃって。確かにこれ中速を使うエンジン。そう、なるほどね。だから6速もあるので、もう細々と上げていって、号泣がもっと上がそうって感じそう来るんですけど、これはできるだけちょっと下から効くように、ターボラグもないように。確かにターボラグはないですね。本当にだから逆にやっぱ NA に近いような。ここからもう3200ぐらいかな。そう、カタログ値で言えば2500がトルクマックスなんですよ。うわ乗りやすい。あとハンドルがすげえニュートラルで扱いやすい。勝手に戻ってくれる。アライメントもしっかり合ってるからっていうのもあると思うんですけど、すんげえ気持ちいいこれ。これでもキャンバー前後4度半っていう。全く感じない。あと直進安定性も割とあるんですよね。そうですね。わだちも全然引っかからない。引っかからない。本当にこの領域で遊ぶ車だ。気持ちいい。でも風の音がすごいね。すごいです。いろんなところから入ってきてる。そうやっぱオープンカーだけだとちょっと遮音性は若干苦しい。若干ね。これでも多分結構抑えてるんだとは思いますけど。そう抑えてる方だと思う。なんかすげえ命を背負って走る感じじゃないんだよ。もうラフにやっぱ走れる。そうですね。しんどい車はちょっと片手で走れるこの車マジで速い速い。もうこれ以上やることないっすね。タービンでかくするとかなんかそういう感じになっちゃいそう。そうなんです。逆にパーツがない分そこまで悩まなくていいっていうのもありますけど、まあ迷いはしないですね多分、正解の道がある程度見えてる感じがある。でもこれ以上パワー出そうと思うともう逆にエンジン乗せ替えてしまったら速いのがありますね。なるほどね。いやでもこのエンジン癖がないな。すげえ。1.4 リッターで考えてやばいっすねこれ。そうこれ2リッターじゃないんだよな。そう2リッターじゃないんです。もう一瞬2リッターかなと思ってたらこれ違うんだよ。これバブリングとかもできるんですか ECU で。まあ一応職さんで設定あるところはありますね。ターボだとねなんかバブリングさせても多少は効果ありそうですけど、なんか仮にちょっと5気後の1回バブリングの方はしたんですけど、何かちょっと自分に合わなくて結局通常の方で戻した日はあります。パンパンなるやつですね。そうあと回転数が落ちてこないのがちょっと逆に怖い人もいますね。そうあれがちょっと僕怖かったんでずっとタービンを回してね、なるべくターボラグがないように。でもこれターボラグないんでいらないかもしれないですね。変に燃費悪くなって100倍潰れるだけなんで。そう逆にこんだけ最初からレスポンスが良かったらもう全然気にはならない。全然気になるんです。怖くないようできるだけ突き詰めた。見た感じは本当車高低いしストローク絶対ねえだろうと思ったら意外にある。この車高せこいわ。これでもちゃんと遠赤使えるっていう。いや素晴らしい。やっぱ低いは正義ですから。次乗りたい車とかあるんですか？これ上になるともう次もうエキシージぐらいしかなくて。いいな。エキシージいいっすね。そう今の 39とか。そう V6 ではなくて2ZZ の方が今のこの延長上にはあるんで。2ZZ 最高っすね。あれはあれのスーチャー完璧っすね。軽い速い。やっぱ確かに上位互換感めっちゃある。めっちゃあります。るような。そうですね。確かに。いい足だ。結構一発でいなしてくれますね。ストッっていうか。この跳ね返りがないから楽だとか。支払い料金は800円です。やっぱ乗ってる感覚結構ロールしてない感じするじゃないですか。いやロール感は、なんか結構感じるっちゃ感じるんですけど、多分実際ロールしてる量よりは多分だいぶ、少ないと思います。思うじゃん。結構外から見たら結構ロールしてるんですよ。感じ方的にはなんか荷重移動してるなっていうのが分かる。あとタイヤが潰れてるのかロールしてるのかちょっと分かんないっていう。逆にちょっと車重が軽い分ちょっとクリス高めの方がグリップしたりするんで、なんか意外に唯一無二の存在かもしれないですね。ターボで、この今なんだろう、対抗馬なんなんですかねこれ。僕もそのショップさんと話はするんですけど、なかなかこれの本当に次というか似合う車がないなって思います。いやそうなんですよ。なんか本当にキシージとかも結構
ランクが上がっちゃうというか、まあ、この値段帯でここまで遊べてオープンってっていうとパワーボの S2000 的な感じのイメはい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 ージになっちゃう。本当はなんですかアルファの 4C のエンジン乗っけたりとか。ああバケモンあれはバケモンだ。あれラリー実際あるので。いや 4C のエンジン最高っすね。あれいいですね。まあ、ちょっと上寄りですけど、めっちゃ気持ちいいあれは。今日はC1 混んでるんでイレギュラーなところでちょっとあれですけど。いい全然大丈夫です。いやありがとうございました。いやこれは最高だ。この雰囲気写真撮って帰ろう。ありがとうございます。あ、でもさ。